皆さんこんにちは。ラブカーズ TV 川口学です。今日はですね、僕が今ここにいるんですけれども、こちらは日産自動車の地下なんですね。我々がいつも広報車をお買いする場所なんですけれども、今日なぜここに来たかというと、実はですね、ここに GTR なんかも見えますけれども、日産自動車 CEO の内田誠さんとお会いできるということで来ました。内田さん、こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。すいません、僕も今緊張してるんですけれども、こんな機会を作っていただいて。本当に光栄です。いつも番組拝見してます。ちょっとすみません、もう本当に好きなことを言いたい放題で、いつも申し訳ないなと思ってますけれども、今日はですね、日産ノートオーラ、これが私先日ですね、テストコースでは使用させていただきましたけれども、今日ナンバープレートがついたとのことで、日産のですね広報部から、お誘いをいただいて、まさか内田さんもいらっしゃるとは思ってなかったのでちょっと緊張してるんですけれども、内田さんもお忙しいと思いますけれども、実際に車乗られて確認とかっていうのもされてるわけですよね。やっぱり実はもう乗りました。乗られましたか。乗れました。これはいつ頃乗られたんですか。先週末にどこかお出かけしたとか。ちょっと長距離を走りましてですね。どのくらい走ったんですか。そうですね、300キロぐらい実は走りまして。そんなに乗ったんですか。はい、まだジャーナリストでも誰も行動乗ってないと思うんですけれども、そんなタイミングで300キロも乗られて、うちの社内の車は全部自分で乗らないとですね、やっぱりダメだという気持ちから、ぜひオーラは楽しみにしてましたんで。そうでしたか。ちょっとこれから実際に一緒に試乗させていただくんですけれども、その前に300キロ乗ってみての率直な感想というか、そのあたりちょっと聞かせていただきたいんですけれども。まず見た目もね、僕の好きなのは、幅がコンパクトプレミアムの中で相当あるんですよね。でこれ両幅大体20ミリぐらいありますんで、そういう面ではもうプロポーション含めて少しなんですかね、豪華な、こだわりを持った、特にこだわりを持った年代、私もそうですけど、そういった方々が気に入っていただけるようなところを非常に苦労して作ってる。なるほどなるほど。例えばライトで見ると LED ですし、ちょっと後ろを見ていただくと、僕が一番好きなのはこのお尻なんですよね。なるほどなるほど。でこの角度でね、見ていただくとね、この角度でちょっとどっしりしたところと、あと後ろのリアランプもLED 使ってますし、これ一直線に光るようになってますので、そういったところが非常に外観的には僕は大好きなんですよ。なるほど。ちょっとなんか自分の分身みたいにね、やはり我々の世代って車を感じていたんで、なんかそんなところがね、この車で表現できればなと思ってますし、お客様がそう感じてもらえると嬉しいなと。わかりました。ちょっとあと300キロ乗ってみて、一言で言うならどんな感じでしたか。すごくなんていうんですかね、しっくりするというか、まず疲れないんですよ。なるほどなるほど。私がこういうのおかしいんですけど、普通このサイズの車でそれだけの距離を、片道150キロぐらい走ったんですけど、途中で休憩入れたくなるんですけど、そうですよね。ただこれ休憩なしにずっとそのまま来ましたし、そういう面では乗っていてすごく安心感があると思いますし、疲れない、どんどん楽しくなってもらえるかなと。今日はじゃあそれも含めてちょっと確かめてみたいと思いますので、ちょっとご一緒させていただいてよろしいですか。ぜひ。ですから私が運転したいんですけどよろしいですか。本当ですか。じゃあちょっとぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか、この内装。いいですね。もう僕も見るの2回目ですけれども、やっぱりこのツイードの感じがすごくいいなと思いましたし、この木目調のパネルもなんかかなり後方いろいろ15工程かかるって聞いてまして。15工程ですか。でやはりこの木目の質感、上質な質感を出したいっていうところもあってですね、そこが一番こだわったポイントだっていうふうに僕は聞いてるんですけど。でも確かにそうですよね。僕も最初見た時こういうパーツってもっとコンパクトカーだと安っぽくなっちゃうのが常なんですけれども、そのあたりが全然安っぽくなってないので、ありがとうございます。好印象でしたし、アンビエントライトなんかも回ってるので、ノートもいい車だなと思いましたけれども、なんかよりやっぱりいい車になってるなっていうのはすぐ感じましたね。少し大人のこだわり感みたいなのがあってですね。あとはもうこの BOSE のサウンドシステムが、私も音楽大好きなんですけど、やっぱり車って自分の空間っていうイメージがあって、そこで大好きな音楽を聴きながら車を運転する、最高ですよね。いいですね。
今日はなんかでもちょっと普段僕自分で運転するのが多いんでなかなかちょっと危なっかしい運転だったら大変申し訳ないですけど、そうでございませんが、いやそのあたりはもう日産自動車の CEO ですからね運転はもうバッチリだと思いますので頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってきます。動画をご覧になっている皆さんも内田さんのことをまだよく知らないという方も多いと思いますんで、今日はそのあたりも含めて聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。先ほどもちらっとお伺いしたんですけど、やっぱ車洗ったりするのも好きだっていう話もなんかあって。いや大好きですね。車自分で洗わないとその形がわからないじゃないですか。ですから昔2台所有してた時は、土日は必ず洗っていて、そうですか。妻からなんでそんな時間かけてそんなことやってんだってよく言われましたけどそういうところがあるんですね。いや好きですね。でピッカピカになると嬉しいんですよね、やっぱり。実際にその経歴というか、ちょっと生い立ちあたりからお伺いしたいんですけれども、海外になんかたくさんいらっしゃったっていう話を聞いたんですけれども、小学校1年生の終わりから小5の終わりかな、まではエジプトのカイロにおりましたね。あ、そうですか。でその後ずっと日本に1年半ぐらい戻って、マレーシアの方に今度中学2年から高2の終わりまで。あ、そうですか。1年中夏ですよ。ですよね。海外から戻られて就職されたのは日本。そうです。高2の2学期に戻ってから日本の高校に編入して大学を出て、日本で一番初め総合商社の方に入社しましたね。なるほどなるほど。その頃になると車はもう付き合いはあったというか。ありましたね。そうですか。その時は日産じゃなかったんですけど、やはりフェアリー DZ が欲しくて、あ、そうなんですね。3人を頑張って買いました当時。そうなんですね。相当でも当時だと何歳ぐらいの時に買われたってことですか？23、4ぐらいでしたね。かなり頑張りましたね。頑張りましたね。しかもそれ周りの友達からかなり羨ましがられる。社会人になってみんなやっぱり車が欲しいっていうのがあったので、寮の生活をしてたんですけど、やっぱりこの車の中で自分をこう表したいとか、車自身が自分を表すっていうのがなんかありましてね。でもう Z3 人のガンメタの革張りのマニュアルだって。もうじゃあ日産とはその頃からの付き合いというか。そうですね。日産自動車には入ってなかったんですけど、車としては、Z はもともと憧れの車で、幼少時代にサーキットの狼、ここから車との出会いが始まったんですけど。そうですか。サーキットの狼、その時に沖田が Z のパトカー乗ってましたよね。乗ってましたね。で今でもその漫画の中身も覚えてるんですけど、確か三浦にですね、乗って、それを沖田がこう後ろから追っかけるようなシーンがあって、でなんか看板にぶつかっちゃうとか、そこからですね。そうですか。僕もサーキットの狼やっぱり見てました。見てましたね。池澤聡先生にもお会いした時は本当にそうですか。感激しましたけれども、あれでやっぱりスーパーカーがやっぱりすごいブームで、なりましたね。僕はその頃まだ幼稚園か小学校1年生ぐらいだったと思いますけれども、でもそれでもやっぱり夢中になったぐらいなので、でも確かにおっしゃられる通り。サーキットの狼の中で日本車ってほとんど少ないじゃないですか、出てくるのが。でトヨタ 2000GT も出てきてましたけれども、やっぱりその沖田の Z っていうのは非常に印象的なところですよね。あれはかなり僕も覚えていて、確か 240ZG だったと思うんですけれども、すごいなんか印象的でしたね。もうやっぱり私エジプトで見てたんですよね、漫画を。エジプトでしたんで、そんなにあんまり日本のものは全くない時代でしたから、たまたま日本人のご家庭にそういって週に1回購読の雑誌が送ってこられるとこがあって、それを借りてですね、みんなでこうただいまして読んで、それで読んでらっしゃったと。ですから何度も何度も読み返してるんで、いまだに漫画のセリフまで覚えてる。すごいですね。そういったものしかなかったものですから、日本の活字が読める。なるほどなるほど。で余計に強く覚えてる。覚えてますね。ことなんですね。いやもうでもセリフ言っていただきたいぐらいですけれども、本当にね。であれですけど、やっぱり Z3 人
に乗られて、はい、まあ他にもいろんな車多分乗られたと思いますけれども、はい、現在は何に乗ってらっしゃるんですか？今はですね、はい、リーフです。そうなんですね。ほとんど乗る機会がないんですけども、はい、電気自動車がやっぱりいいなと思って。はい。そもそもその日産にやっぱりいらっしゃったそのきっかけみたいなのっていうのはどういうところにあるんですか？これは商社時代にですね、私フィリピンにも駐在してましてね、はい、でフィリピンに当時日商岩井という会社でしたけど、でそこが 50% 出資している三菱さんとのジョイベンがありまして、はい、そこに5年と10ヶ月近く確か出向してたんですよ。でそこでまあいろいろ自動車のことを学んで、37歳ぐらいでしたね、転職を考えた時に自動車の分野でやりたいなと思って日産の門を叩いたのがそうなんですね。きっかけですね。はい、逆に他の自動車メーカーは興味はあまりなかったんですか？商社って仕事柄ですね、はい、お付き合いのあるところがいっぱいあったので、そのお付き合いのあるところに行くこと自体はどうかなっていう気持ちもあって、全くお付き合いのないところで、まあ海外のメーカーと当時ルノーとね、はい、協業してましたんで、じゃあそこで自分を試したいと思って入ったのがきっかけでした。なるほどなるほど。でもやっぱりそのあたりは昔海外多く生活されてたから、はい、グローバルなところに行くには全然もう躊躇がないというか。そうですね。はい。Z32 からまあリーフというところで、まあ他にも日産車乗られたと思いますけれども、他には何か持たれたんですか？いや実はコンパクトカーでいうとですね、その前の会社から入った時はですね、まだ若かったものですし、いろいろと苦労もあったので、マーチで頑張り直すぞと。はあ、なるほどなるほど。マーチはもう12万キロぐらい乗りましたね。あ、そうですか。はい、すごいですね。非常にいい車ですけどね。やっぱりね、そうですよね。内田さんが日産を好きな理由、日産車が好きな理由っていうのはどういうところにあるんですかね？やっぱりなんですかね、自由闊達な会社だと思ってまして、でそこが良さだと思ってますし、いろんな多様性がやっぱり我々の力だと思うんですね。でそういう中で車も見ていただくと、まあアリアの電気自動車を代表するものから、まあ Z とか GTR とか、ちょっと言葉あれですけど少しとんがったね、車も作れるような会社なので、そういった形でお客様に幅広くですね、まあ我々の日産のこの価値っていうんですかね、こういうのを提供してお客様がそれを喜んでいただける、やっぱり会社をそのお客様とか社会が必要と思っていただけるように、ね、していきたいというふうに思ってまして、そういう面ではもう本当にいろんなバラエティに飛んでる車を作ってますんで、ですよね。ノートオーラ実際乗させていただいてますけれども、今後アリアもあるでしょうし Z もあるでしょうし、今日も Z の T シャツを着ていらっしゃいましたけれどもさまざま本当にあって、今後出てくる商品、まあ当然ご存知だと思いますけれども、なんか自分の車にしようかなって思ってるようなものっていうのもあるわけですか？全部買ってくださいって言われてますそういう気持ちはあるんですけど、まあアリアも買いたいですし、Z も買いたいですし、まあそういった車をどんどん所有していきたいなと思ってるんですけどね。素晴らしいですね。ちょっとアリアとか Z が納車されたら、今度一度内田さんご自身の車でぜひぜひお願いします。また今回オーラですけれども、実際に乗ってみて、その日産にとってこのオーラっていうのはどういう存在なのかというところをですね、聞いておきたいなと思ったんですけれども。我々リーフに始まって、やはり電動化、で今後のですね、お客様が車をどういうふうに必要になるかなということを考えていく中で、で特にこのオーラは、まあそういう面では e パワーの最新の技術もありますし、お客様がこういろんな面で車だけじゃなくてその先っていうものもですね、感じていただけるものになってもらえればなと思ってますので、どんどん車に対する価値観変わってきてると思うんですよね。ただそう言いながらも、やっぱり車ってワクワクするものであって、まあこういった音もそうですし、そういうお客さんが乗っていて楽しいなと思うのをやはり継続して提供していきたいなと、それが社会に貢献できるような、カーボンニュートラルに貢献できるような車というものをこううまくですね、両立させながら
これが我々の会社の価値っていうか、日産やっぱりこういうの作ってくれるねっていうような商品をね出していきたいですし、まあそういう面ではオーラはそこにこだわってるということですよね。はい、先ほど乗り込む前にエクステリアこのリアの見たところがすごい好きだというふうにおっしゃってくれましたけれども、一方でまあインテリアだとどんなところが気に入ってらっしゃる部分ですか？やっぱりこの上質感なんですよね。ああ、上質感ですね。はい、あとこのレザーシート、これ3層ですけどやっぱり乗っていて疲れないですし、でまあこの木目調のパネル、これ触っていただくと本当こう木目のような感じ。タッチがそういう形になってますもんね。まあ経年劣化っていうんですかね、だんだん触っていくと悪くなるような感じにならないようなもので作ってますんで。一方で、まあ、300キロも走られて走りっていう部分において気に入ってるところっていうのはどういうところが気に入ってますかね？静かです。これ静粛性、このガラスがラミネートなんですよ。はい、二重になってますので、そういう面ではやはり音を拾わないですし、まあ、静かに快適でスーッといけるので、まあ休みなしに150キロぐらい走れたっていうのがあるんだと思うんですよね。そこにつながってるわけですね。なるほど。あと運転していてもやっぱり本当にしっかりしてるっていうイメージをね感じていただけると思うんです、この車。ノートに比べてやっぱりワイドトレッドになってる分、すごいしっかりしてる感じがありましたよね。ですから少しこだわりを持ったお客様がですね、プレミアムコンパクトっていう世界で、やっぱりこういう車待ってたんだよって言っていただけると本当に嬉しいなと思いますね。僕もノートに初めて乗った時本当に驚かされましたけれども、ありがとうございます。やっぱり今回新しくノートオーラ出て触ってみて、コンパクトカーで今までのなんか常識とか概念みたいなものをちょっとこう打破するような、ありがとうございます、そう言っていただけると嬉しいですね。ところがあるなと思っていて、まあ静かで滑らかに力強いというのはもうリーフからもちろんそうですし、ノートも普通にそうだと思うんですけれども、プラスこの車はその走った時の楽しさとかしっかり感みたいなところが手に入ってるんで、そこが本当感心しましたし、なかなか僕がテストコースで乗ってそういうふうに言うと本当かよというふうにみんな言うんですけれども、でも今日多分内田さんが乗ってそういうふうに感じたっていうことを実際に言っていただけたんで、皆さん宣伝してんじゃないかと思ったんですけど、でもこのスポーツボードとかももちろん試されたと思いますけど、気持ちいいですよね。気持ちいいですね。伸びやかさがすごいあって、そこがやっぱりいいなと思いました。車は楽しくて気持ちいいっていうのが重要かなと僕も思ってますし、やっぱりご自身で Z なんかも持たれてたから、そのあたりっていう部分はすごく重視されてるっていうところですよね。自分の体の一部的な感覚好きなんですよね。それで実はマニュアルが好きだっていうのもそうなんですけど、でもそういう意味ではノートオーラなんかやっぱりボディもそんなに大きくないので、やっぱり車との一体感は感じやすいっていうのはありますよね。直にこう伝わってくるっていうんですかね。そういう面では本当に楽しいなと思いますし、こういう車が出てくると、いいパワーを感じてもらえるっていうのもありますし、 EV も今後アリアなんかもあると思いますけれども、日産がその早くからその電動化を進めてきたなんかこう意義みたいなものっていうのはどんなふうに感じてらっしゃるのかなというところを伺いたいんですけれども。やっぱり我々このモーターでのね楽しみとか、でやはり環境に対してっていうところもありますし、今後やはりこのカーボンニュートラルの気候変動に対してどうやっていくかっていうのはもう前から各社さん考えられたことだと思うんですね。そういう中、当社10年前からそうですね、少し早いとも言われましたけど、電気自動車を生んで、で10年間のお客様のいろんな声もいただいてるので、そういう面ではそこに対する経験はあるなと思ってますし、でその経験を生かしてこの e パワーを生んでますし、その e パワーをどんどん進化させて、お客様のニーズに合わせていく、でこういったところがやはり企業価値としてね、やっぱり作っていかなきゃいけないところだなというふうにすごく感じてます。しかも最近あれですよね、リーフとかもそうですけれども、災害の時に非常に活躍したりとか、それを受けてさまざまな自治体と取り組みを行ったりとかっていうことを、ブルースイッチという形でやってますね。やられてますよね。このあたりもいち早く日産は実現しているところかなというのを感じますね。やっぱり車ビヨンドモビリティって我々言ってるんですけど、やっぱり車って我々が持ってた概念からどんどん変わっていってますし、でそれがいかにその人々の生活を豊かにできるかって、これ我々のコーポレートパーパスで持ってるんですが、やっぱりどんどんそういった人々の生活を豊かにっていうのはリッチにっていうことよりも、そのやはり
幸せにっていうところだと思うんですね。でその幸せがやっぱり社会との気候変動であったり、今いろんな課題直面してると思うんですけど、こういったものをですねある程度変えていけるように、でそれが本来企業がなきゃいけない価値だと思うので、まあそこと事業性のバランスっていろいろとあるんですけど、そんな中でもやっぱり日産良かったねって僕はお客様に言っていただきたくて、やはりそういった声をより多くのお客様に言っていただけるような商品をね出していきたい、それが我々が進める電動化の中でも表現していきたいというふうに思ってます。なるほど。先日決算の YouTube なんかも中継後見させていただいたんですけれども、最後に輝く日産を取り戻すというような、すごいなんかこう決意というか、非常に意志の強いメッセージがあったなと思って、あれがすごく印象的だったんですけれども、あそこにやっぱりこう日産これからどうしていきたいかみたいなこう思いみたいなところがやっぱり入っているっていうことですか。やはり日本市場これからいろんな難しさもあるんですけど、そういった中で先ほどの言った通りなんですけど、やっぱり日産やるねで本当にお客様からやっぱり日産良かったねと言っていただけるような会社にしたいですっていうことを決意したんですが、やはりそういった面では輝く日産っていうのをですね、ぜひ実現したいなっていう気持ちですし、やはりそれはこの日本このホームマーケットでやっぱり日産良かったねっていう言葉をより多くのお客様に言っていただきたい。そういう面ではこのノートも日本ですし、オーラもそうですし、そういう面ではどんどん電動化の車を日本で出してきますし、我々のプロパイロットとかね、そういった運転支援技術も日本でどんどん進んでいきますので、やはり日本でこういった日産のブランドという価値を高めて、それを海外にもどんどん展開していくっていうようなやり方で進めたいなというふうに思ってます。なるほど。ちょっと最後の一言はすごいグッとくるものがあったなと思って、やっぱり輝いていたいですよね。自分も輝きたいなって人間としてっていうのはあると思いますし、やっぱり会社もそうだと思いますし、でそれを取り戻せるようにやるのがやっぱり経営陣の使命でしょうし、やっぱりその覚悟を持っていなければダメだと、なんか少し仕事っぽい話なんですけどでも思いは本当にそういうことで、その情熱がこう車に込められていて、それをお客様が感じていただける、この瞬間がやっぱり最高の幸せだと思うんですね。いやなんかすっかりノートオーラに乗りながらいろんな関係ないことまで聞いちゃいましたけれどもこういった機会なかなかありませんので。いやありがとうございます。本当に嬉しいです。私も。いやとんでもございません。僕としても非常に誇らしい動画になると思います。そんなおっしゃっていただくと本当に恐縮です。改めて今日会社のその日産の本拠がある横浜の街をちょっとこう乗っていただきましたけれども、そこで乗ってもやっぱり良かったですか。街中も本当にいいです。いやだからこれも買いたいなと思う買わなきゃいけないなっていう気持ちも出てきてます。アリアも買わなきゃいけないですもんね。そうです。アリアと Z ってでもあれじゃないですか、その日産の今言っているこれから言っている A2G の A2Z のですよね最初の言葉と最後の文字なんで、そこをやっぱり抑えるっていうのはある意味戦略ではないですよね。戦略ではない単純に欲しいってことですよね。いやもう本当に昔も電気自動車とスポーツカーっていうのが僕はずっと維持してたので、そういう点ではいいですね。そこがいいかなって思ってますけどね。でもそういう選び方ができるのも日産ならではだなと思いますし電気自動車とスポーツカーっていうその組み合わせが選べるっていうのはなかなかやっぱりみんな理想だと思うんですけれども、同じ一つの会社で選ぶのでなかなかできないと思うんですけれどそういうのでうちはそういった電気自動車からスポーツカーからこだわり持ってできるといいなと思ってますし、やっぱりそれが日産ですよねって言っていただけるかなっていうところがありますね。内田さんはそれを自ら体現するということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや運転していただいてこんなありがとうございました。光栄でございます。どうもありがとうございました。すごく丁寧に運転されていて、それと同時に熱い思いをしっかりと語っていただいたのででもこうしてみるとあれですね、やっぱりすごいちょっとコンパクトカーとしてやっぱりプレミアムな感じがあって、もうパッと見た時にもう映える感じがありがとうございます。エレガントな感じがあればいいなと思いますね。なんかちょっと普通のノートとはやっぱり違うぞっていうところがあるのがすごくいいなと思います。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。ちょっと中でまたお話続き聞かせていただいてよろしいですか。はい、お願いします。アリアがありますね。これが
内田さんが今後買おうと思っているアリアということですね。色とかは何かこういうのがいいなとかっていう。いや悩むんですけどね、やっぱりアリアの赤ってとっても綺麗なんですよね、赤もいいしブルーもいいしシルバーもいいしで、これからゆっくり悩もうかなと思ってるんですけど。でもあれですよね、もう1台は、こちらの今日 T シャツここに見えますか皆さん。ちょっとこのマークがあります、マークがありますけれども、こちらの車も考えてらっしゃるということなので、さっき車の中でお話しさせていただいたんですけど、実際に内田さんがアリアと Z を購入したらその車を今度乗させてもらうぜひ約束をしたんで、それもラブカス TV でお届けしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。先ほどもちょっとちらっと見えましたけれども、こちらの Z の T シャツを今日着てらっしゃるということで、32Z もご自身で乗られてたというのもありますし、今回のやっぱり Z に対する期待っていうのも相当にあるわけですよね。ご自身が購入というのももちろんあるでしょうけれども、多分世界中の人が待ってる車だと思いますけれども、なんか聞くところによるとそろそろだという話を、8月の17日にニューヨークでワールドプレミアムでやりますので、ぜひ楽しみにそれは待ってますし、おそらく日本でも発表のタイミングが出てくると思いますけれども、その時は内田さんが立たれると思いますのでその時は僕またマイク持って、取材させていただこうかなと思いますので、でもあれですね、それで Z が出ると今年はかなりアリアもそうですし、非常に日産活動的になってるなっていうイメージが出ると思いますけれども、この辺りも狙いとしてはやっぱり。A to Z のフィルムは日産ネクストの時に流させていただいたので、アリア Z その他というふうにその他が気になりますけれども、すごくそこら辺にも期待できるというふうにしていただければ。わかりました。じゃあ僕のですねお願いはそうですね、まず Z が出るということであれば、今度 Z でちょっとご一緒させていただいて、ぜひいいですかね。ぜひそれでから本当にお願いします。もうじゃあ今度の、新型 Z の試乗は川口学試乗せず内田さんが試乗するっていうラブカス TV でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。いやでも本当に今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。本当光栄です。こういった形で。とんでもございません。ありがとうございます。というわけでですね、今回は日産自動車 CEO の内田誠さんとノートオーラでドライブするというですね、非常に貴重な経験をさせていただきました。というわけで、またですね別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学でした。そして日産自動車 CEO の内田さんでした。ありがとうございました。本当にありがとうございます。